タクシー代を医療費控除に入れたい78歳。78歳なんだけど、医療費控除はタクシー代も入れていいよね。はい、タクシーですね。乗ったのは昼間ですか？そうだよ。はい、電車やバスなどはなかったということですね。いや、あるんだけどさ、パッと乗った方が早いからさ。そうなのですね。その場合控除はできません。なんで？タクシー代は原則医療費控除の対象外です。夜間で電車やバスがないなどやむを得ない場合のみ対象となり得ます。じゃあ夜に乗ったことにすればいいってこいいえ、実際に乗ったのは昼ですから控除の対象にはなりません。と？なんでよ、わかんないじゃん。そんなの夜に乗ったって言えばいいだろう。控除はできません。違うよ、どうすれば控除できるかって聞いてんの。できないじゃなくてやる方法を考えろよ。脱税控除のご依頼はお受けできません。ああ、なんだよそれ。いいだろそんなの、わかんないだろう。控除はできません。うるせえよ。これが確定申告電話相談の日常。タクシー代を医療費控除に入れたいんだよ。これ確定申告の時期になると電話相談で本当によくあるやり取りなんです。先ほどのショート動画見ていただけましたか？足が悪いからパッと乗れるからという理由で当たり前のようにタクシー代を控除に入れようとするおじいちゃん、気持ちはめちゃくちゃわかります。でもこれ税務の世界では大問題になる可能性があるんです。今日はタクシー代が医療費控除として認められる境界線とバレた時の恐ろしいリスクについて徹底解説します。まず結論からお伝えします。タクシー代は原則として医療費控除の対象外です。そんなのひどいじゃないかという声が聞こえてきそうですが、日本の税金ルールでは通院は電車やバスなどの公共交通機関を使うのが大前提なんです。タクシーが認められるのはあくまでやむを得ない事情がある時だけ。例えば夜中で電車もバスも動いていない、病状が重くて歩くのが困難、急な陣痛で一刻を争う、こういった客観的に見てタクシーを使うしかないよねという状況なら OK です。でも動画のおじいちゃんのように昼間だしバスも走ってるけど面倒だからタクシーに乗った、これはただの個人的な贅沢とみなされて控除には入れられません。ここで動画の中で一番ヤバかったセリフを覚えていますか？じゃあ夜に乗ったことにすればいいってこと？これ絶対ダメです。立派な虚偽申告、つまり脱税の入り口です。領収書には金額しか書いてないしバレないだろうなんて甘く見てはいけません。タクシーの領収書には実は車両番号や場合によっては乗車時間まで記録されています。税務署の本気を見くびってはいけません。もし調査が入って病院の受付時間とタクシーの乗車時間が矛盾していたらその瞬間に隠蔽隠蔽と判断されます。そうなると本来払うべき税金に加えて最大 40% もの重加算税がのしかかってきます。さらに利息に当たる延滞税もついて結局は大損することになるんです。ではどうすれば正しく節税できるのか？ポイントは記録です。もし本当に体調が悪くてタクシーを使ったのなら領収書の裏になぜタクシーが必要だったのかを一言メモしておいてください。膝の激痛で歩行困難、公共交通機関なしといった具体的な理由です。これがあるだけで税務署への説得力がガラリと変わります。ちなみに意外と知られていないのが自家用車の費用です。通院のために自分の車を出した場合ガソリン代や駐車場代は残念ながら一切医療費控除の対象になりません。公共交通機関の運賃との大きな違いですね。ここで間違いやすい交通費のセーフとアウトを整理しておきましょう。まずは医療費控除の対象になるものです。電車やバスの運賃、これには領収書は不要でメモがあれば大丈夫です。患者が一人で通院できない場合の付き添いの方の交通費、そしてさっきお話ししたやむを得ない事情がある時のタクシー代です。逆に意外と対象にならないものがこちら。一番多い間違いは自家用車のガソリン代や駐車場代、これは一切認められません。次に里帰り出産のために実家に帰る時の飛行機代や新幹線代、さらに親戚のお見舞いに行くための交通費ももちろん対象外です。いかがでしたか？これくらいバレないだろうという軽い気持ちが取り返しのつかない脱税トラブルを招くこともあります。
ルールを正しく知って正々堂々と節税しましょう。今回の内容が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。確定申告でこれってどうなのをと迷っていることがあればコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。